様おはようございます。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2024年、11月2日土曜日です。今私は、九州旅を続けていますが、今日はですね、天候が悪くて、九州の中でもあちこち線状降水帯が起きているような状態ですので、安全のために観光をやめて、一日ゆったりと過ごせる道の駅に今向かっているところです。今日はですね、前回の動画で、泊まった、今朝出てきたんですけれども、黒川温泉有彩さんの、別館から出てきましたが、そちらで朝大事件があったので、その道の駅に着くまでの間少しお話ししたいなというふうに思っています。大事件があったのは、私が朝風呂に入っていた時なんですね。で、皆さん朝風呂に行かれると思うんですけれども、7時過ぎたらお掃除とかもなくなっていて、入れる時間ですよね。なんで安心して、行きました。で、昨晩も、別館の方は宿泊者があまりいなかったのが、一人で1時間以上ゆったりと、家族風呂のような小さい温泉だったので入っていたんですね。で、朝もすごく空いていて全く誰もいなくて、で、のんびり入っていたわけです。で、時計がないので人が来たらしまえばいいかなと思って携帯を見ながら、時間を見ていたんですね。そしたら人影が扉の前に映ったので、もう携帯しまわなきゃと思ってタオルで携帯を閉じて脱衣所の方に行こうかなと思っていたんですけど、そしたらガラガラっと扉が開いて男の人が覗いたんですよ。覗いたっていうか開けたんですね。で、私その人と目がバッチリ合って、あれ今って入っちゃいけない時間だったのかしらって思ったんですけど、いや7時過ぎてるしそんなことはないし、好きな時入ってくださいって言われたのになと思って、もうずっと一瞬っていうか結構長い感じがしたんです。目が合ってる時間が。で、そしたらその人が急にすいませんって言って閉めたんですよ。でも私何が起きたか分からなくて、ああいう時って悲鳴も出ないし息飲んでるだけでもうなんかって思って、もう息吸い込んだだけでもう止まっちゃうような感じ。全裸ですしね。で、とりあえず半身浴でもう半分は使っていて、丸めではなかったんですよ。なかったんですけど、それでもやっぱりもう一瞬動きが止まってしまいました。そんな経験された方いませんよね。いないと思います。もう本当にびっくりでした。で、それで慌てて出て部屋に戻って夫にね、すっごい事件があったんだけど、ちょっとすごい大事件なんだけどって言ったら、転んだのかって言われて、転ぶことは私の場合はねあり得ることなんで、事件じゃないです。もうそんなの大事件じゃないです。普通のことですから。日常茶飯事。日常茶飯事だけど女性の風呂を男性が覗くってことは日常茶飯事じゃないし、めったにっていうか絶対入っちゃいけないのことなので、本当にびっくりしたんですよ。で、それを夫に言ったらってなって、で、通常ね宿の宿泊者の方が女性でも男性でも朝風呂に行く時って浴衣着て行きませんか？通常はね。夫も浴衣着て行ってましたし、私ももちろんそうです。で、今までも宿に泊まった時にやっぱり浴衣を着て皆さん入っていらっしゃるイメージがあったんですけど、その方は目が合った方は浴衣着てなくて普通の清掃だったんですよ。なんで私はもしかして宿の人がお掃除に来られたのかなと思うような感じ、普通の洋服だったんですね。で、女性風呂の前には赤いのれんがかかっていて、男性風呂はブルーののれんがかかっていて、全く離れたところなんですよ。隣同士じゃなくって全く離れたところなんですね。端と端だよね。
なんで間違えるわけはない。間違えるわけないんですよ。男の人が入ってくるってことは間違えて入るわけじゃないし、のれんをくぐった後また扉を開けて入ってこなきゃいけないようなところなんですね。で小さいお風呂なのでカゴがあって、普通のお風呂みたいに100円コインで入れるようなロッカーがあるわけではなくて、脱衣所にカゴがあってそこに浴衣を入れてみたいな、そういう、更衣室なんですね。で私が浴衣を脱いでいるので入っていることは十分分かっていると思うんですよ。それで開けたんですよ、男の方が。これどうですかね。見られても大したもう姿じゃないですよ、おばあさんですから。でもそれでもあんまり気分のいいものではなくってね、ちょっとびっくりしました。であくまでも今回泊まった黒川温泉の、有彩さん別館は悪いわけではないんですよ。古いですけどね。ただ、ここの、私たちが泊まったところの、ちょっと気になったことを言えばですね、椅子のそばに、トンボだか虫だか大きなものの死骸があったりとかですね、あとは、トイレットペーパーが補充されてなかったりとか、あと、ウォシュレットの、装置はあったんですけど電池が不足していたのか電源が入らなかったのでウォシュレットを使うことができなかったんですね、そういうことがありました。なんでそれはちょっと整備的に不行き届きかなというふうに思いますね。で、あとはお料理の方は本館の方でいただいたので、前回の動画でお見せしたようにとっても美味しかったです。なのでホテルが悪い、そうバイキングだけどとっても美味しかったんで、悪いわけではないんですけれども、私たちが泊まった部屋はそんな状態でしたし、朝はちょっとっていうかびっくりするような大事件があったので私的には別館にはもう泊まりたくないな別館と思うし、有彩さんが悪いわけではないですけどあまりいいイメージを持てなかったので、ちょっと温泉は良かったですけど泊まるならば、本館をおすすめしたいと思います。そんなところかな。ただインバウンド需要で結構外国人もいっぱいいたから、もしかしたら本館の方だってなんか他のトラブルがある可能性もあるけどな。本当にね、それは、そんな感じです。それでですね、実際に、1泊2日のお値段が42,100円でした。これは高いですかね、安いですかね、どうなんでしょう。とりあえず、キャンピングカーの中で寝泊まりしていて1週間過ぎたので、ここら辺で1泊、宿泊ができたことは、疲れが取れることはできたかな、とは思います。ただ今すごい雨なので、安全に道の駅に向かいたいと思います。今日は、温泉付きの道の駅で、しばらくゆっくりとね、午後からは晴れてくると思うので、それまでの間過ごしたいと思います。それでは今日も一日、天候は悪いんですけれども楽しみたいと思います。行ってきます。ちょっとバケツをひっくり返した感じだね。今多分ここ線状降水帯なんじゃないの？だね。まただ。3カ所目。水上バスじゃないんだから。
ここは熊本にある道の駅水辺プラザかもとというところに到着しました。ここは、道の駅であり、もちろん食べるところやお土産を買うもの、あとここに温泉があるらしくて、今日はここでちょっとゆっくりしていこうと思います。先ほどまで降っていた線状降水帯の雨が嘘のように今はとりあえず上がって、ただ、この川すごく濁っていて、多分水の量もすごく多くなっていると思います。道の駅でバイキングいただきます。バイキングとお風呂、こちらの天然温泉がセットになっているコースを選んでみました。1時間のバイキングですけど、もう十分食べれるかなと思います。それではいただきます。まあ普通かな。で、今回ご飯は3種類、高菜のご飯と栗おこわと普通の白米3種類取ってみました。こちらが鹿海神社です。最新は綿摘みの神、三神が祀られている場所、海の神様のねお参りに来ました。それでは行ってみましょう。ここでお清めの砂として砂を体の左右左と振り清めてから参拝する。左右左として清めて参拝します。それで行きます。珍しいですよね。ほら、山の神だって。縁結び、夫婦円満開運。夫婦円満よ、あなた。これ以上円満なってどうするありがとうございます。
中は犬が入れない。下にも書いてあったね。あ、そう。取れない。塩見公園到着。塩見公園展望台の、500メートルぐらい階段上がってきて、嘘ばっかり言って。展望台から展望台からの景色ね、最高。今日晴れてるからね、よく見える。やっぱり俺の普段の行いがいいから。そんなことありません。あ、混んでる。味薄いね。ちゃんと待ってた。すごい並んでます、長浜屋。
く言わないとわかんないよね。まあ新しいルート、交差点内入ってから言うなよ。バカなびちゃん。今夜うなぎだな。あればね、いいよ、うなぎ食べて。弁当買ってくる？なに？だって私うなぎ屋さんで食べるものない。まあうなぎ食べてもいいけど、私の分食べたら余計太っちゃうでしょ、あなたは。いやこれ以上痩せたらどうしよう。旅行中すげえ痩せてると思う。嘘だ。全然痩せてないよ、あなたは。私の分も食べてるから。ここってさ、全教圏塾って多分もっとさスーパーって感じしね。作りが。そうね。スーパーだね。あれ、なんか塾なの？塾。あ、本当だ。そうだ。塾じゃない、塾。おバカさん。塾じゃない、塾。しかし塾って多いね。塾。どっちも同じようなもんじゃない。違う。塾と塾は違うからね。塾は塾。塾は塾。全然違う、意味が。なんかみかんかなんか食べたいな。食べる？甘い。水だけど。そう。マヨネーズの方が甘い。いや同じぐらいだよ。俺吟味を重ねて吟味してないでしょ。見て買ったんだから味見してないでしょ。吟味とは言わないですよ。ここっていつも混む通りなの。それ俺に聞く。なんだよ。あなたに聞いてるじゃん。そう思うって言っちゃって。思うって言われて思うって言っても変じゃん。そうだろうねとかなんとか言いようがあるでしょ。バカ。知りません。あらー、ギブアップ。何？階段。ナオミ無理じゃん。行くよ。奥宮八社巡りです。行ってきます。